小牧、お前なんてことしてくれたんだ。これは立派な横領、犯罪じゃないか。お前の実力と将来を見込んで今回抜擢されたっていうのに、こんな裏切り方をするとはな。IT 企業に勤める俺。担当先企業に行くと、一緒にプロジェクトを進めている美人社員の小牧さんが上司から怒鳴られていた。もうバレてるんだから、今すぐシステムを止めろ。知らぬ存ぜぬじゃ通らねえぞ。おい、聞いてるのか、小牧。小牧さんは青い顔で首を横に振りながら座り込んでしまった。気持ちはわかる。自分が長い間携わってきた新システムがやっと導入を迎えるその日の朝、出勤したらいきなり横領の犯人扱い。顧客預かり資産300億円が流出していたそうだ。頭を抱えて、違う、私じゃない、なんでとパニックに陥っている小牧さん。いつかの光景が俺の脳裏に浮かんで消える。彼女のためにできることは何だろう。俺は考える前に足を動かしていた。俺は園田龍太。ある IT 企業に勤務している34歳だ。その年ならさぞバリバリ働いてるんじゃないかって？そうでもないよ。俺は至って普通の窓際族だ。なんでかって？それはただ俺に仕事を振るやつがあんまりいないだけさ。困る新入社員って毎年話題になるだろ？まさに俺は今そんな感じで過ごしてるんだ。言われたことは忠実にやるけど、言われてないことは絶対やらない、やりたがらない、気づいても放置、休憩時間は周りに馴染まないで一人の世界に入り込む。休憩がすごく長いとか言われるけど、これに関してはサボってるわけじゃなくて、規定の休憩時間をしっかりと休んでるだけだよ。うちの会社はみんな社畜気質で、喜んで休憩削るやつが多いから、そりゃ俺がサボってるように見えるよな。そんなんだから俺は担当する仕事もどんどん減って、今では部署のみんなの雑務とか事務を引き受けている。もちろん依頼されたらの話だけどな。別に俺だって昔からこんなんじゃなかった。初めて就職した会社でいろいろあって、職場の人間なんか信用するもんじゃないなって思ったんだ。同期とか仲間とか言ったって成績を争う者同士なんだから、頑張って結果出したって足の引っ張り合いもあれば妬み嫉みもあるし、出る杭は打たれる。だからなるべく目立たないようにするんだ。言われたことをやってるだけでも給料はもらえるし、一番穏やかに暮らせる方法だと俺は思う。そんな感じでごくごく普通に働いていたある日、隣の県の地方銀行からコンペの依頼があった。付き合いの長い顧客に向けた取引の新システムを導入したいっていう依頼だったんだけど、なんとうちの会社が勝ち取ったらしい。企業秘密だからあまり言えないけど、斬新さは少ないものの、よりお得に、より早く、より管理しやすく、利用が長ければ長いほどおまけがつく。そんな企画だった。コンペの結果を伝えに来た部長の興奮ぶりといったら、これまでに見たことがないくらいだったよ。うちの会社の規模にしては大きすぎるプロジェクトだ。さぞかし優秀なメンバーが集まるんだろうと思ったら、なんと俺もメンバーに入っていた。なんで園田が？とひそひそ聞こえる。部長によると、俺はどうやら多忙なエース組を支える雑用係として入れられただけだった。林県とはいえ銀行の本店が遠いので、会社が家具付きのウィークリーマンションを借りて長期出張も可能なスタイルにするらしい。これは本当に文字通りの雑用係になりそうだ。園田さん、新システムを一緒に頑張ろうっす。わかんないことがあったら自分が教えるんで、何でも聞いてくださいっす。こう言って声をかけてくれたのは青井春樹。うちの若きエースだ。
俺がこの会社に転職してきた年の新入社員で、まだ若いのにエンジニアとしての腕をめきめき上げて、驚くほどの活躍を見せている。コンペに出した企画も彼を中心としたチームが作ったんだ。な、優秀だろ？そして何より彼に光るのは愛想の良さ、人付き合いのうまさだ。葵は社内でこそこんなちゃらけた口調だけど、一歩外に出たり、電話に出た途端に、綺麗で丁寧な言葉遣いと落ち着いた態度に様変わりする。厄介なクレームも彼にかかれば、即円満解決するレベルの腕と人格者なんだ。すごいよな。そんなわけで、立場や老若男女関係なく人気のある葵は、普段から俺のことも気にかけてくれている。ありがたい限りだが、俺はあまり関わりたくなかった。こういうやつが一番信用ならないんだよな。こうして葵を中心に集められた精鋭チームと俺は、基礎の用意を済ませると、林県のマンションに拠点を移した。打ち合わせがあると銀行本店に足を運び、マンションではリモートワーク体制も完備されているので、本来の自分の仕事もできるし、必要があれば会社に戻る。そんな生活だった。案外楽しいものだったけど、葵やうちの優秀な人たちの私生活を目の当たりにして、げんなりすることも多かったよ。あいつら飲みに行きすぎ、寝ないで遊びすぎじゃないか？優秀なやつの苦労なのかもしれないけど、俺にはとても理解できなかった。そういえば、銀行側の担当チームも精鋭揃いだったな。その中に美人が一人いたんだ。小牧彩香さんって言うんだけど、彼女は銀行側のエースというか、将来有望株らしい。確かに打ち合わせでも飲み込みや頭の回転も早いし、思考は柔軟、指摘も的確、質問は端的にまとまっていて聞きやすい。課題として残ったことは次回までに必ず改善点や突破口を見出してくる。本当に仕事のできる人といった感じだ。自分のチームから邪険に扱われて雑用ばっかりさせられている俺にも質問してくれたり、意見を求めてくれたり、他のメンバーに対するのと同じように接してくれた。ちょっとした方言の話から地元が近いことと年も近いことも知ったのが最初だったかな。会社の内部と違って何も警戒しなくていい関係だからか、俺も気兼ねなく話すことができて、少しずつ仲良くなっていったんだ。プロジェクトも大詰めになってきた頃には、俺たちは銀行本店の一室を借りて交代で作業をしていた。俺は雑用係だからほぼ毎日銀行本店に来てたんだけど、そこに銀行員たちがパソコントラブルの相談に来ることもあった。これまでどうしてたんだって思うぐらいだったけど、まあ職場の中にプロがいるんだから聞いてみようぐらいだったんだろう。そんな感じで小牧さんが恥ずかしそうに俺指名で来ることもあった。小牧さんは仕事は完璧なのに、業務外のパソコン作業はとても苦手みたいで、何もしてないんですと言いながら何かやらかしているタイプだった。パソコン関係の仕事をしている人間なら朝飯前レベルのトラブルを解決していたら、ある日小牧さんが同僚を連れてきた。同僚は福島かな子といってプロジェクトのメンバーではないものの、小牧さんと仲のいい同期らしい。休憩時間に福島さんのパソコンを一緒に使っていたら、画面が開き続けて怪しい広告が止まらなくなってしまい、二人で何とかしようと試行錯誤したところ、謎のカウントダウンが始まったと怯えていた。よくあるウイルスのちょっと厄介なやつだと判断した俺は、即座に自分のパソコンと福島さんのパソコンをつなぎ、外からウイルス除去システムを発動させて暴走を抑え込んだ。俺のパソコンはもちろんガッチガチにガードしてあるから大丈夫さ。ものの数分でウィンドウは消え始めた。早い。私たち二人で悩む前に園田さんに持ってきたらよかったね。園田さん、本当にありがとう。助かりました。久しぶりに気持ちのこもったありがとうを言われ、少し恥ずかしい気持ちになる。あとはデスクトップに小さく残った作業ゲージが100になれば作業終了となった時、俺はふと
画面上に違和感を持った。アプリに紛れてたくさん並ぶショートカットアイコン。名前をつけてないのか記号のままのファイル名だが、どこかで見覚えがあるような。記憶をたぐろうとした瞬間に作業が終了し、すみません、もうすぐ会議なので、と福島さんがパソコンを閉じてしまった。お礼を繰り返しながら笑顔で去っていく二人を、俺は違和感を拭えないまま見送った。そしてついに俺たちは新システム稼働の日を迎えた。動作の最終確認と安定した起動を見届けるため、俺たちプロジェクトのメンバーは全員普段よりもかなり早い時間に銀行本店に向かっていた。予定では銀行側のメンバーも揃うはずだ。途中で人数分の飲み物を買ってくるように言いつけられた俺は、同行を申し出た葵を断って一人で買いに行き、その重みに傾きながら遅れてオフィスのドアを開けた。中に入った俺は驚いた。さぞかし緊張に包まれた場が待っていると思っていたのに、そこでは怒号が飛び交い、警告音が鳴り響き、冷静さを欠いたメンバーや銀行員が右往左往していた。一体何があったんだ？手近なテーブルに飲み物を置いた俺は、とりあえず葵の元に向かった。葵は怒号に囲まれながら一台のパソコンと向かい合っていた。葵さん、早く止めてくれ。これはあんたんとこの商品だろ。取引額がどんどん増えていく。お宅の商品を導入したせいで、このままじゃここにいる全員がクビだぞ。どうしてくれるんだ。怒鳴る銀行員たちを葵以外のメンバーがなだめにかかる。画面を見ると大写しにされた何らかの数字がどんどん増えていっている。システムに何かあったようだった。我らがエース葵は額に汗を浮かべながら必死に解析して原因と対処法を探しているようだった。暴走を始めたのは日付が変わってしばらくしてからのようですね。良くないですね。送金を止められません。あらゆる変更にロックがかけられて、そうですね。このロックをかけたパソコンがわかれば、そこから辿ってみますね。葵がボソボソつぶやきながらキーボードに指を走らせる。あの神のような人当たりの良さの葵が、周囲なんて目に入っていないように画面と向き合っている。それだけ非常事態ということだ。一部は怒鳴り、一部は固唾を飲んで画面を見つめる中、えっと声を上げ、葵は立ち上がった。ロックをかけているのは小牧彩香さんのパソコンのようです。声を聞いた銀行員たちが一斉に小牧さんのデスクに走っていく。画面の中でどんどん膨れ上がる金額はついに200億を超えていた。銀行員たちが慌てるのも無理はない。このお金は時刻が来たら新システムに載せるはずだったお客様からの預かり金なのだ。それがシステムの暴走によってどんどん引き出され、システム外部の特定の口座に流れていっていた。しかし探せど探せどパソコンは見つからない。室内には今にも爆発しそうな空気が漂っていた。そんな空気の中、おはようございますと場にそぐわない明るい澄んだ声が響いた。小牧さんだ。手にはパソコンバッグを持っている。デスクを漁っていた銀行員たちはすぐに小牧さんを取り囲んだ。小牧、お前よく来れたな。犯罪者は現場に戻ってくるってやつか。自分の会社ひっくり返して楽しいのかよ。そのパソコンよこせ、すぐにだ。到着して早々囲まれて怒鳴られた小牧さんは思わずパソコンを胸の前に抱え込んだ。まあみんな今にも奪って叩きつけて壊しそうな勢いだから条件反射で守ろうとしてそうなるのもわかる。けど銀行員たちにはそれが悪あがきに見えたようだ。もうネタは上がってんだよ。さっさとロック解除してシステムの暴走を止めろ。この横領女。小牧さんはパソコンをひったくられ、腕をつかまれ、部屋の中心に連れてこられた。一人がモニターを起動し、暴走し続けるシステムの画面を映す。なんですかこれ。こんなこと誰が？弱々しく小牧さんがあたりを見渡すと、
銀行員たちは口々に吠え始めた。まだとぼけてるのか。お前だろ。葵さんが必死で何とかしようとしてくれてるけどロックがかかってる。そのロックをかけたのはお前のパソコンらしいじゃないか。そしてお前はそのパソコンを家に持ち帰っていたんだから、触れるのはお前しかいない。これでお前以外の誰が犯人なんだ、小牧。小牧さんはやっと事態が飲み込めたようで、青い顔をして小刻みに首を振りながら頭を抱えた。そんな中、葵が振込先を特定したと声を上げた。口座の名義は小牧彩香だった。違います。私じゃありません。昨日はどうしても終わらなかった別の仕事を家でしていただけで、システムには触っていません。葵さんなら私がログインしてないの分かりますよね。私は誇りを持ってこのシステムとプロジェクトに携わってきました。大事な仕事を使ってそんな人の道にそれるようなことしません。慌てながらも毅然と言い返す小牧さんだったが、葵からの返答は思わしいものではなかった。システムが暴走を始めた夜中の時間帯、システムの管理部にログインしていたのは小牧さんただ一人だったのだ。ログインに使われた ID もパスワードも端末の IP アドレスも一致する。これで小牧さんの言い逃れは難しいものになってしまった。その間にも小牧さんのパソコンを動かしていたメンバーと銀行員はシステムにかけたロックを解除するための暗号番号を求めて声を荒げた。小牧、暗証番号言え。ああ、被害額が300億を超えた。エース扱いされてチヤホヤされていい気になって派手に横領なんて、俺たちもバカにされたもんだな。許しちゃおけないが、今はこれを止めなきゃいけないんだ。小牧、さっさと吐け。小牧さんは、知らない、私じゃない、わからないとつぶやき、頭を抱えたまましゃがみ込んでしまった。周りから小牧さんにかけられる声は恫喝に近い。葵も何も言えないようだ。周りは敵だらけ、涙すら出ない絶望。どこかで覚えのある光景だった。けど今の俺は当事者じゃなくて、手を差し伸べられる誰かの立場だ。そう思ったら足が自然と動いていた。俺は小牧さんを囲う端にいた男を捕まえて、あのパソコンを使ってもいいか、とある端末を指さした。これが一番回線が太くてデータ処理速度も速そうだ。男に許可を得てパソコンを立ち上げ、プロジェクト実行委員権限で社内ネットワークにアクセスする。おい、園田、何やってるんだ。今は窓際族のお前に出番ねえぞ。無能は遊んでないですっ込んで。お前何してんだよ。余計なことすんな。俺は小牧さんが横領の犯人とは思えなかった。そもそもあんなにパソコンに疎い人にこんな大胆かつ複雑なことができると思えない。俺は外野の声をよそに夜中に暴走を起こした端末とその端末を外から動かした別の端末の特定に成功。まずは切り離した。園田、お前変にいじくるなよ。無能な窓際のお前にどうこうできることじゃねえんだよ。俺を止めるチームメイトの声を聞きつけて、俺の周りに人が集まり始めた。俺は小牧さんとは別の端末が影から操作したと思しき足跡を一通りたどり、片っ端からバグを修正していく。数が多いだけで単純なコードエラーだ。さっき言ってきた暗証番号はいらないのかって？こんな素人同然のやり方じゃ俺の解析からは逃げられないよ。数秒で特定したさ。モニターでも俺の作業が反映され始めたのか、画面内で小さな警告が浮かんでは消え、浮かんでは消えていく。さっきまで小牧さんを怒鳴りつけていた銀行員たちも気づいて、黙ってモニターを見上げている。やがて勝手に送金し続けているエラー部分に俺が到着。少しかかってしまったけれど、無事に止めることができた。勝手に引き落とし送金された分はすべて戻し、バグが湧いていた部分にはすべて補修をかけ、簡単に書き換えられないように軽くトラップを設定しておいた。これは後で上司に申告しておけばいいだろう。
あとは俺が突き止めたことを書面にして印刷するようセットした。ふーっと息を吐いて顔を上げると、俺がこのパソコンを使い始めてから30分が経っていた。思ったより時間がかかってしまった。少し腕が落ちてしまったかな。俺を囲んでいたチームメンバーたちが物言いたそうな顔をしているが、まだことは終わっていない。俺は印刷した文書に目を通すように指示を出した。今回のことは福島かな子に疑いがある。それにうちの会社の中に協力者？園田、これはなんだ？なんで無能な窓際のお前にそんなことがわかるんだよ。俺は小牧さんのパソコンからアクセスがあると葵が突き止めたあたりから小牧さんの仕業に見せかけて福島さんが怪しい、そして協力者がうちにいるのではと思っていた。まずこの銀行本店で部屋を借りて作業をするようになって間もなく、俺はうちのメンバーが割ってしまった茶器を片付けるために掃除庫に向かったことがあった。その途中で給湯室の前を通った時、誰かが小牧さんの悪口を言っているのを聞いてしまったのだ。電話らしかったが、彩香を痛い目に遭わせてやりたいと笑っていて、誰が言っているのだろうと思ってちらりと確認すると、福島さんだったのだ。昼休憩の時にも福島さんと複数人で小牧さんへの嫉妬や揚げ足取りをつらつら話しているのも聞いている。その時の俺はただ上着を頭からかぶって寝ようとしてただけなんだけど。そして点と点が線でつながったきっかけは、福島さんのパソコンを直した時に感じた違和感だった。あの時既視感のあった文字列のファイルたちはすべて新システムの管理のためのデータとマニュアルだったのだ。もちろんまだプロジェクトメンバー以外には企業秘密なはずの内容だ。福島さんは今回のプロジェクトメンバーではない。にもかかわらず、彼女のデスクトップにはそれがたくさん並んでいた。これは怪しいと思わない方が不自然だ。加えて福島さんのパソコンスキルで今回のことが全部できるとは思えなかった。銀行員の特性上、パソコンの管理は厳重に教育されているし、何をしてもすべて記録に残るようになっている。なので同じ会社内からデータを抜き出したとは考えにくかった。そこで俺は内部資料を提供できるプロジェクトメンバーで銀行員ではない、かつパソコンに詳しくそこそこ使える人物、つまりうちの会社内に協力者および実行役がいるのではと考えたのだった。やっと読み終えてくれたのか、銀行員の一人が、もう始業時間は過ぎてるな。福島かな子を呼びに行くぞ。絶対に逃げられるなよ。上の人たちにも来てもらうぞ。急げ。と声を上げ、みんな雲の子を散らすように走っていってしまった。後にはお互いの顔を疑心暗鬼で見つめ合う俺たち IT 企業側のメンバーと、髪を振り乱し呆然と座り込んだままの小牧さんが残された。さっきから銀行員の連中は誰も謝ってないけど、後でちゃんと小牧さんに謝罪入れるんだろうな。でないと俺は承知しない。そんなことを思っていると、福島さんが引きずられるようにやってきた。遅れて青い顔の上層部の人たちも到着する。福島、正直に言え。お前があっちの会社の誰かとグルになってシステムにバグを起こした犯人なのか、そして小牧に全部責任をなすりつけようとしたのか。銀行員メンバーのトップらしき人物が福島さんを問い詰める。しかし福島は知らないとだけ答えて下を向いた。周りが手を変え品を変え尋問するが何も答えない。正直に言ってほしかったけど、自白しないなら仕方ないよな。俺はあらかじめ印刷していたもう一枚の紙をみんなに配った。そこには福島さんの端末が小牧さんのパソコンを乗っ取って新システムにログイン、いくつものバグを起こしていく様子が時系列順で書いてあった。これは数式として出てきたログやコードを俺が分かりやすく書き起こしたものだ。俺の調査が怪しかったら外部に調べてもらったらいい。多分3日はかかるけどな。それにしてもいつからこんなことを計画していたんだろう。人間って怖い。
ここまで提示して初めて福島さんは小さくうなずくと、ごめんなさい、私がやりました、と白状をした。これに一番ショックを受けていたのは小牧さんだった。かな子どうして、と言いながら小牧さんはよろよろと福島さんに近づき手を伸ばす。その手を福島さんはバシンと払い落とした。あんたって本当に嫌な女。ちょっと顔が良くて仕事ができるからってチヤホヤされてさ、有望株扱いされて一大プロジェクトのメンバー入り？そこは私の席だったのに。私だって頑張ったのに参加すら認められなかった。なのになんで希望もしてないあんたがのうのうと座ってんのよ。あんたなんて大嫌い。どこかで痛い目に遭えばいいってずっと思ってたの。バレちゃったけど思ったよりすっきりしたわ。いい君よ、彩香。壊れたように笑う福島さんに周りの男性陣が一歩引いている。こいつらさっきまで小牧さんを怒鳴ってた勢いはどこに行ったんだよ。俺はため息をつくと二人のそばまで移動した。片や人間不信寸前の白い顔、片や涙を浮かべながら楽しそうに笑う顔。映画のワンシーンかと思うぐらいに二人は真反対だった。福島さん、君は小牧さんが羨ましかったんだよね。誰かを羨むときはさ、相手を引きずり落とすんじゃなくって、その人のいいところを取り入れて自分のものにしなきゃいけないよ。自分が成長していかないと、憧れの存在に近づくことはできないんだ。君は小牧さんみたいになりたかったのかもしれないけど、その方法を取ってる以上は絶対にかなわないよ。小牧さんはそんなことしないだろうからね。目標は引き寄せるんじゃない。自分が成長して近づいていくんだ。勉強にしては高すぎる授業料になったね。高らかに笑っていた福島さんだったが、やがて笑い声はおえつに変わり、次第に号泣に変わった。二人の女性の泣く声だけが室内に響いていた。あれからしばらく本当に大変だった。いくら俺が処理をして送金も横領も止めたとはいえ、すべてなかったことになったわけではない。内部記録にはすべてが残っているし、客が確認しようと思えば、一度送金されかけてキャンセルされたことはすぐにバレてしまう。そのため先回りして客先を一件ずつ訪ねて事態の説明と謝罪、今後の方針を示して理解を得たり、株主総会を緊急で開催して謝罪、事態や影響の説明と対処の方向性を報告、さらに嗅ぎつけてきそうなメディアには先に情報を渡しておいた。そのおかげかニュースにはなったけど、影響は小さいものだった。俺たちが初めて胸をなで下ろした瞬間だったね。こうしてかなり遅れて開始された新システムが無事に軌道に乗り始めた頃、俺たちの長期出張も終わりを迎えることが決まった。引き上げる前日、俺は改めてお礼がしたいと小牧さんから食事に誘われた。悪い気はしなかったので行ってみると、個室の創作和洋食のお店だった。他愛のない話をしながらコース料理を堪能し、一息ついた頃、小牧さんが切り出した。園田さん、横領未遂の時は本当にありがとう。感謝してもしきれないわ。かな子が私にあんな気持ちを持っていたことに気づけなかったのはショックだったし、疑われて辛かったけど、園田さんのおかげで辞めずにいることができたの。それで園田さんって一体何者なの？他の社員さんたちからは窓際とか新人以下とか聞いてたんだけど、あなたほどのパソコンの知識とスキルがあって手際よく作業できる人が本当にそうなの？俺はワインを一口飲むと、ふーっと息を吐いた。この話をするのは何年ぶりだろうか。でも小牧さんになら話してもいい気がした。実は俺は前職では海外の一流 IT 企業のプログラマーだった。昔から引っ込み思案で寡黙で目立たないタイプだったけど、子供の頃に見たロボットコンテストに魅了された俺はプログラミングに没頭。中学高校では大会に出て優勝もしたし、大学の頃には教授にも一目置かれるぐらいの腕と知識を持っていた。新卒で海外で就職した時に受けたテストでは IQ140、
期待の天才プログラマーって呼ばれていた。働き出してしばらくは楽しかった。周りはすごいエンジニアにプログラマーだらけで刺激を受け放題、成長し放題だった。プログラミングの腕を磨けるのが楽しくて、どんどん仕事していったんだ。けれど本来の俺のこの引っ込み思案で寡黙な性格は治ってなかったから、同僚や先輩からするとプライベートでの付き合いは悪かったんだろうな。英語圏だったから余計に家に引きこもるようになってたし、遊ぶより仕事してる方が楽しかったんだ。誘われたけどクラブもギャンブルも興味なかったし、若気の至りもあって愛想が悪かった。仕事だけはできた分、周りからは俺がみんなを見下しているように見えていたのかもしれない。そんなだから上司には好かれていたけど、周りからは嫌われて浮いている状態だったんだ。ある時俺はある企業からの難易度の高い課題をクリアして依頼をもらうことができたんだ。上司にも周りにも褒めてもらって嬉しかったんだけど、先方が送ってきた文章から上げ足を取られて、俺が他のチームの実績を横取りしたって話にされてしまった。課題をクリアできたのは他チームの実績をそのまま使ったからであって、俺の実力ではない。依頼を受けるべきは自分たちのチームの方である。俺はチームの仕事を横取りして自分の実績にしようとしてるって具合にね。自分がやっと掴んだチャンスなんだから、俺だって必死に抵抗したさ。けど先方は受けてくれるなら俺じゃなくてもいいって言うし、周りはみんな俺の味方なんかしない。上司が何を信じたか、もう想像がつくだろう。俺は見切りをつけられた。上司もバリバリ仕事をして実績を積んでいく俺を見て、自分の地位が奪われないか怖かったって後で知ったんだ。あんなに頑張って、あんなにたくさんの成果を残していたのに、誰も俺の訴えを信じないどころか、聞きもしなかった。こんなことなら最初から頑張らなければよかった。仕事のこととはいえ、周りなんか信じて話さなければよかったよ。そう思った俺は、その会社を退職。日本に戻ってきて今の会社に入ったんだ。ここまで話して、俺はグラスに残ったワインを一気に飲み干す。小牧さんがまっすぐ俺の目を見ながら、うんうんと話を聞いてくれるからか、いつもより深く話してしまった。でもなぜだろうか、不思議とすっきりとした気持ちだ。そうだったんですね。今回のことも動くことにためらいもあったでしょう。あんなにたくさんの人がいて、みんなが私を疑っていて、味方なんか誰もいないと思ったの。それでも勇気を振り絞って助けてくれて、私は本当に嬉しかった。今回のプロジェクト、園田さんがいなかったら私はどうなっていたことか。園田さんがいてくれてよかった。本当にありがとう。綺麗に微笑む小牧さんを見て、ああそうか、と俺は思う。このすっきりとした感じは、信頼のおける人に自分の抱えるものを受け入れてもらえた安心感なんだ。この人のために頑張ってよかった。プログラミングを頑張ってきてよかったんだ。自分のしてきたことに少し自信が戻ってきた気がした。久しぶりの感覚を胸に、俺はその後も食事の余韻を楽しんだ。一方その頃には福島さんはすべて認めて銀行をクビとなっていた。おまけに彼女は他の同僚の私物や別のプロジェクトの資料も複数盗んでいたことも発覚し、警察を呼ばれ、未だに取り調べ中らしい。もちろんうちのメンバーの中にいた協力者も俺が特定してあっさりクビになった。だいぶしらばっくれてはいたけど、こんなお粗末なプログラミングするやつを俺が逃すわけはない。決定打を突きつけたら、お金に困ってたら技術を買われたって自白したよ。バレるのが怖いから福島さんのパソコンを遠隔操作して実行したらしい。その程度の理由と腕でこんな計画に乗るなんて笑い話にもならない。二度とエンジニアを名乗らないでほしいものだ。銀行から会社に戻った後、俺は能力を認められて他の重要なプロジェクトにも関わるようになった。俺にも仕事をする気が戻ってきた。毎日だるそうにしていた窓際の俺が急に仕事し始めたから、今回のメンバーに含まれていない他の社員たちは目が点だったな。
そういえば以前に増して俺に絡んでくるやつも現れた。師匠、今日はもう上がりっすか？飯行きましょう。今回の件で俺のプログラミング能力にすごく感動したらしい葵は、なぜか俺を師匠と呼ぶようになり、何かあってもなくても俺のところへ来るようになっていた。だって師匠言ってましたよね。憧れの人に近づくためには、その人のいいところを自分が吸収するんだって。俺今回のことで師匠のことマジ尊敬したんすよ。マジ今師匠が俺の憧れなんす。だから師匠の話をもっと聞きたいっす。葵はもともと俺にとって苦手なタイプだが、面と向かってこう言われると嬉しいものだ。けれどもキラキラとした圧がすごい。これまであまり周りと接することなく過ごしてきた俺には眩しいものだった。俺が成長させてもらう代わりに、師匠は俺の接客スキルを好きなだけ持ってってくださいっす。そしたら師匠、もう無敵っすよ。どうっすか？これでウィンウィンじゃないっすか？師匠と呼ぶ割に耳の痛いことを言ってくるが、これには訳がある。実は横領未遂の後のお客様への説明や報告会に立ち会ったうちの会社のメンバーは俺と葵だった。業界の外の人に対する接客というか、交流の経験があまりない俺はしどろもどろが目立ち、葵に助けてもらうことが多かったのだ。元来の引っ込み思案がこんなところで仕事するとは思わなかった。確かに葵からあの神のような人当たりや話術をスキルとして吸収できるなら、別の視点で成長できそうな気がする。だけど手始めに女の子と仲良くなってみないかと葵に聞かれて、俺は光の速さで断ったよ。俺はあの食事の後、小牧さんとはプライベートでも連絡を取り合うようになり、少し前に付き合い始めたばかりだったんだ。とはいえ、葵とこれから仲良くやっていくのもいいかもしれない。ずっと信用ならないやつだと思っていたが、この眼差しからは学ぶところがあるし、俺も成長したいんだ。俺はカバンをつかむと、葵からの飯の誘いに乗ることにした。相手のいい部分は吸収し、自分の成長につなげることでしか自分の目指す姿は叶えられない。俺はこれからも技術を磨き、周りの人のいいところを吸収しながら仕事を続けていきたい。ご視聴ありがとうございました。下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をお願いいたします。グッドボタンや動画の感想コメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。